はい、皆さんこんばんは。みなんです。Stay My Love in 東京へようこそ。この番組は、東京に住む私が恋愛や友情、好きなもの、哲学、どうでもよくさそうでちょっと大事なことを抹茶ラテ片手にお話ししていくポッドキャストです。ということで皆さん今日もお疲れ様でした。どんな一日だった？私は、今日も引き続きお家で安静にっていう感じで過ごしてたんですけど、皆さんも暑い中、体バテてないか心配です。ということで今日のトークテーマはカメラロールの中から1枚選んでそれにまつわるお話をしていこうと思います。はい。ということでちょっとここに iPad があるのでそちらで写真を厳選していこうかなと思うんですけど、なんか最近のっていうよりかはちょっと前のやつが面白いかなと思ったからいろいろ巡っていこうかな。いろいろ私旅行好きだからいろんな思い出があるな。そうね。じゃあこの辺りかな。卒業旅行の時の写真でこれにしよう。この写真を選びました。これはね、イタリアのマテーラっていう街なんですけど、みんな知ってる？私はね、行くまでっていうか、卒業旅行の予定が確定するまで知らなかったの。マテーラっていう街を。だからやっぱり日本でもそんなに有名じゃないところだと思うから、ちょっとね、マテーラを紹介していきたいと思います。これはね、マテーラは、卒業旅行で行ったところで、マテーラのわかりやすい説明をしていくね。ちょっと調べます。ちょっとチャット GPT に聞いてみたんですけど、マテーラはイタリア南部のバジリカータ州にある都市なんだって。なんだってってか言ったんだけど南の方にあるのね、結構南の方にある都市で非常に独特な歴史を持つ町、世界遺産にも登録されてるところなので、さっき見せた写真がマテーラの中のサッシっていう地域で、サッシっていうのが動物住居の郡になっているので有名なので、ヨーロッパで最古級の人類居住地の一つとされてるんだって。で、その歴史がすっごい長くて、旧石器時代から人類が住んでた痕跡があるみたいで、天然の石炭岩の洞窟を利用して生きてたらしい。で、紀元前3世紀頃にルカニア人とかローマ人がこの地に定住して、農耕だったり交易の拠点になってるみたいだね。で、中世の頃にそのキリスト教徒というか修道層が多く移り住んで、それで結構繁栄した町になってるんだよね。で、ルネサンス期以降もすごい人が増えたみたいで、それからどんどん人口が増えていったみたいなんだけど、結構近代の方になると衛生状況があんまり良くなかったみたいで、
ヨーロッパの恥って言われてたみたい。それぐらいなんか貧困とか病気とかそういうイメージが強かったみたいだね。で、1950年代にイタリア政府が住民を強制的に移住させて、洞窟住居はもう放棄されちゃうんだって。でもその後に、歴史的価値が見直されて保存運動が行われたみたいなの。だから1950年代にさ、もうあそこがもぬけの殻になったってことだよね。ってなるとすごい最近に感じる。で、その後1993年にサシ地区がユネスコの世界遺産に登録されたみたいだね。で、そうだ、このチャット GPT にも007の No Time to Die っていうところの撮影時になって、その一緒に行った卒業旅行一緒に行ったサークルの同期になんか多分2人ぐらい007が好きな子がいて、その子たちが行きたいって言ってマテーラに行くことになったんだけど、はい、そういう歴史的な街なんだってね。7000年以上にわたって示す稀有な都市だそうです。知識的にはそんな感じかな。で、一応マテーラの他に卒業旅行だからローマ、フィレンツェ、ベネチアに行ってて、で、最後にマテーラに行ったって感じかな。じゃあまず私たちが泊まったホテルから紹介しようかな。ちょっとホテルの写真を出します。サークルの同期で行ったから男女33で行ったんだけど、私たちの部屋はこんな感じで、結構広くて綺麗なんだよね。その洞窟住居っていうことだから岩をくり抜いて作ってるホテルなんだけど、それが本当に神秘的で、なんかやっぱりいろんな世界の都市ってあるけど、一番異世界感があったのはマテーラだったからすごい印象に残ってるんだけど、で、そのホテルの部屋が結構広かったから、私は部屋にダブルベッドが一つとシングルベッドが一つあって、私はシングルベッドを勝ち取ったのね。で、そのシングルベッドで寝てたんだけど、そのシングルベッドがあるところがなんかね、結構一つの空間みたいになってて、もはや一人部屋みたいな感じですごいなんか楽しかった。で、男の子の方の部屋は写真あんま多分撮ってないんだけど、階段があって、1階の方にベッドが1つあるのと、2階上がるとベッドが2つあるみたいな感じだったと思う、多分。で、どっちの部屋からもそのサッシの景色が見えるんだけど、もうそれが美しすぎて忘れられない景色かなって思うし、本当に行ってよかったって思う。あと、私がマテーラを好きな理由なんだけど、二つ目にマテーラが好きな理由が、もう小麦がめっちゃ美味しいのね。で、その小麦がマテーラでは大昔からとても質の高いデュラム小麦が作られてきました。ということで、デュラム小麦がとっても美味しかったの。マテーラに行くまでにさ、ローマとフィレンツェとベネチア行って、それまでいっぱいパスタとかさ、ピザとか食べたんだけど、それもすごい美味しかったの。もうなんか今でも忘れられないカチョエペペの味とかあるぐらいすごい美味しかったんだけど、もうマテーラは群を抜いて美味しかったの、パスタとかパンが。で、パスタはね、もちろん美味しいんだけど、マテーラパンっていうパンがあって、こんな感じなんだけど、もう顔より大きいぐらいのサイズで、それが3ユーロぐらいだったのね。もうこのパンが美味しくて仕方なくて、で、なんでこんな大きいかっていうと、昔は
その自分の家に窯があるわけじゃないから、みんなで使う窯があって、週に1回そこで焼いて1週間かけて家族で食べるっていう感じの歴史だったらしくて、多分ね、だからあんなに大きいんだって。でもこのパンがもうめっちゃ美味しくって、私もう帰国してから東京で探したんだけど、マテーラパンを作ってるお店は東京にはなかった。でも最近なんか群馬県にあるみたいなのを発見したから、イタリアにちょっともう一回食べに行きたいけど、一旦ちょっと群馬県のそのパン屋さんに行こうと思うぐらい本当に美味しかったの。このパンがね美味しいから、実際にマテーラ行った方には食べてほしいなって思うんだよね。だからまあ小麦が美味しいから、ホテルの朝食も美味しいわけよ。そのホテルで毎朝2泊3日だったんだけど、朝食を食べにさ、下に行くんだけど、めっちゃ美味しくて、パンももちろん美味しいし、トマトとかさ、いろいろなおかずも美味しかったのね。もう本当に幸せだった。もうなんかね、ご飯で言うと本当にマテーラがすごい良くて、結構行きづらい場所にあるから、なんかローマとかよりはさ、行きにくい場所にあるんだけど、ぜひもう一回行きたいっていう感じかな。で、そのマテーラっていうところを全然知らなかったっていうのもあって、卒業旅行の企画とかも全部友達がやってくれたから、実際軽く調べてたけど、行ってみてすっごいサプライズって感じだったのね。なんかそんな歴史があるところかっていうのも全然知らなかったし、なんか景色も日本とまるで違う景色だったから、日本の建物ってさ、いろいろ枠を作って、その後なんかこうコンクリートだったり木造だったりっていうお家建物を作っていくと思うんだけど、マテーラはもともとある岩をくり抜いて作ってるわけだから、もうまるで違うわけ。本当に感動したんだよね。私なんかやっぱこういうサプライズ感みたいなのって友達と行く旅の醍醐味なんだなってすごい思ったの。なんか歴史的には、さっきもマテーラの説明した通り、その一時は貧困で衛生環境良くなかったりとか、なんかヨーロッパの恥って言われるぐらいひどかったりとか、それこそもう全部さ、人を移して実際に廃墟だったこともある場所なわけだけど、なんか私が行った時には観光客がすごい多いわけじゃなかったからあれだったけど、やっぱ人は住んでるし、ホテルもあるし、いろいろなご飯屋さんもあるから、そんな大敗したような感じは全くしなかったのね。だから普段、東京だったり日本の他の街とか歩いてて歴史を感じながら歩くことって全然ないなって思うんだけど、マテーラではすごいそれをより感じたし、なんか日本であったとしても歴史を感じながら、例えば昔の地図見たりとかさ、その場所の歴史、家の近くの歴史とか調べて歩いてみるっていうのも面白いんだろうなってすごいその時に思って、そうだから今はねすごい素敵な観光地だし、映画の007にも撮影に使われた街だけど、すごい歴史を感じたし、知らないだけでやっぱ続いてきたものってあるなって思ったのね。なんか私の去年すっごい見てたドラマに海に眠るダイヤモンドっていうのがあって、結構見てた方多いかなって思うんだけど、軍艦島羽島の話で、今は誰も住んでないけど確かに
何十年前まで1970年ぐらいまで住んでた人は確かにそこにいて、今は誰も住んでないけど、そこに住んでる人たちが今80とかさ、70とか、もっと若い人もいるかっていう人がさいるわけじゃん。だから軍艦島っていうともう誰も住んでない、かつて栄えた島っていうイメージだけど、確かにそこに続いてきたものはあって、でもやっぱ普段は知らないだけなんだよね。でドラマの中でも自分の例えばご先祖様とかもう会ったことない親戚とかっているけど、ずっとやっぱ続いてきたもので、でもやっぱ知らないだけなんだよね。だから知れるのであればそれを知ってみたいなって思うし、たとえ知れなかったとしてもなんか想像してこれから街を見てみたいなと思って、それこそ私はマテーラでそれをすごい思ったけど、東京もそうだし、これから海外旅行行くところに関してもそうやって昔の姿を想像しながら歩きたいなっていうふうにすごい思ったんだよね。ちょっと真面目な感じで話しちゃったけど。で、あとこのマテーラがすごく印象に残っているのはもう今まで話した通りなんだけど、もう一つね、個人的なものがあるんだよ。やっぱり海外旅行友達と行くとさ、よっぽどなんか海外旅行行き慣れてたりとか、なんかこう感覚が合う人だったら喧嘩とかにならないかもしれないけど、私たちはその同期の6人で行ったから、で男女33だったから、いろいろね喧嘩とかもあるわけで、やっぱり旅の疲れとかでさ、マテーラって本当に旅の最後あたりに行ったところだったから、疲れも溜まってきて、で私は違うんだけど、その6人の中のさ何人かがすごい喧嘩が勃発したのがマテーラだったのねだから今思えば私はあんなことあったねって思うけど、当事者はちょっと違うかもしれないけど、そういうね雰囲気がすごい悪い瞬間があったなっていうのも一個の思い出なの。2週間ぐらい海外旅行してるとさ、やっぱりそういうのあるじゃん。だからそれもある意味30代とかなってさ、そんな喧嘩があるかって言われたらなさそうだし、学生だったからこそそういうのあるなと思って、ある意味ね今思えばああいうのも思い出かなって思うから、それを含め私はマテーラがすごい思い出の場所かな。海外旅行でみんな喧嘩したこととかある？私は別にないけど、私はね結構海外旅行とか、国内もそうだけど、ずっとアドレナリンが出てるのね。だからたまに中日あたりでちょっと疲れたりするんだけど、友達にイライラとかはしないの。こだわりとかもそんなにないし、すっごい潔癖症なわけじゃないから全然ないんだけど、やっぱあるよね。イタリアもそうだったし、イタリアの前に行ったのがフランスとかイギリスだったんだけど、その時もやっぱサークルのメンバーで行ったから、喧嘩みたいな、ちょっと誰かが不機嫌になるみたいなのもあったりして、そういうのもね今思えばねそんなこともあったなって思ったりするよね。っていう感じですごいマテーラいい思い出です。とにかくそのマテーラパンっていうのを食べてほしい、みんなに。てか私は食べたいから、一番最後に行ったのがマテーラだけど、最後に行ったのがイタリア
だけどもうすでに行きたいかも。あとは今回ねマテーラを中心に話したけど、ローマ、フィレンツェ、ベネチアといって、ベネチアって思ったのが塔があるじゃん。こう灯籠とかさ、先がつくつくってなってる塔があると思うんだけど、それが街中に教会の隣とかに立ってて、それが大半が傾いてるのね。イタリアで傾いてる塔といえばピサの斜塔だと思うんだけど、ピサの斜塔もさすごいこんな感じで傾いてるじゃん。一番有名だと思うの。でもちょっと写真出すけど、ベネチアでも塔が2つぐらい傾いてて、どう考えても傾いてるのね、遠くに。で、あれ傾いてないっていう風に友達に話したら、そうかなって言ってたんだけど、後から調べたらやっぱり傾いてて、で結構やっぱイタリアの塔の大半は傾いてるみたいで、でも住んでる人も全然あんま気にしないし、そのままなんだって。そういうのもすごい日本との違いを感じたよね。日本は地震大国だからさ、もうそんなわけにはいかないから、絶対に傾いてる塔なんて放っておけないだろうけど、やっぱ地震がないのと、もうずっと昔から傾いてるっていうのだったら、それが普通で生きていくんだなと思ってそこもすごい面白かったところかな。あとイタリアのそのベネチアのトルチェッロ島っていうところに行ったんだけど、そのベネチアにある島の中で一番古い島なのね。でそこに悪魔の橋っていうのがあって、最初に渡ったものが悪魔との契約を果たすみたいな感じでの歴史があるところだったんだけど、そこを見に行って、で水上バスでベネチアの方まで帰るのに結構もう40分ぐらい船に乗ってるっていう時があったんだけど、それがもう夕方の時間帯で、もうすっごい夕日が綺麗だったのね。こんな感じでもうオレンジ色に染まってて、空も海もオレンジ色に染まってて、本当に綺麗な景色だったの。ですごいモネの黄昏っぽいなって思って船の中で思ってたんだけど、後から調べたら本当にそうだったのモネの描いた黄昏っていうベネチアを描いた絵画はその景色を描いたみたい。だからちょっとやっぱ自分の感受性というかにちょっと拍手を送っちゃって嬉しかった。っていうことで、今回はねマテーラを中心にイタリアの話をしたんだけど、私も旅行大好きだから、もう今すぐにでも旅行行きたいから、イタリアも行きたいし、とにかく今はニューヨークに行きたい。数年前の旅行の話をすることで、今より海外旅行行きたいなって思ったし、頑張ろうと思っちゃったから、みんなも聞いてる方もここあんま知られてないけどすごい良かったとか、旅行のいろいろな話とかあったらコメントに書いて教えてください。ではちょっとマテーラパンに思いを馳せながら抹茶ラテを飲みながら今日は終わろうかなと思います。では、Stay My Love in 東京でした。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。